ここにこれです。400馬力ありますんで、加速は素晴らしいですね。はい、こちらのレンジローバースポーツプラグインハイブリッドですね。2020年モデルから販売されているようです。全長 4m85、全幅 1m98、非常に大柄ですよね。大きいですよね。重さも2600キロですね。 2.6 トン、非常に重いです。で、ガソリンのエンジンで300馬力、 2000cc のターボで300馬力で、モーターと合わせて400馬力、404馬力の出力となっています。ハイブリッドで404馬力ですね。トルクも65と非常にパワフルな車になっています。で、燃費はなんと35、プリウスなんかと同じぐらい走りますよね。で EV だけで48キロも走れるということで、本当にプラグインハイブリッドのなんというか恐るべしというか、そんな感じの実力が分かりますね。で、オートマは8速オートマで0-100キロ加速が 6.7 秒、さすがにスポーツカーほどではないんですけども、 2.6 トンの重さで0-100キロ加速 6.7 秒というのは非常にすごいですよね。で、やっぱり何といってもその特徴としてはですね、ここにこれです。プラグインの端子がここについてですね。プラグインハイブリッドの端子ですね。で、プラグインの、コネクターは後ろのトランクルームに、最初入ってましたけども、それを使って充電をするということになります。これが正面からですけども、すごい迫力ありますよね。高級感が非常にある、ホワイトのボディですけども、でタイヤは、27545R21、非常に大きな径のホイールを入っています。でブラックで非常にかっこいいですよね。ブレーキもここから見えますけど、とっても大きいブレーキですね。ブレーキキャリパーなんかも非常に真っ赤でですね、非常にかっこいい感じですよね。後ろのタイヤも同じです。 27545R21 ということになっています。レンジローバーのスポーツの P400E HSE、レンジローバーのグレード、スポーツのグレードには SE と HSE と、あとその上にもグレード的にはあるんですけれども、こちらのプラグインハイブリッドは基本はこの HSE グレードになってます。でその HSE グレードのプラグインハイブリッドという位置づけで、車の値段はそれでももうベースで1200万を超えるということで、なかなか高額な車になっています。ちょっと後ろのトランク開けてみたいと思います。鍵持った状態で後ろこの辺こういうふうにやると、こんな感じで、トランクルームが開いてきます。でトランクルームはこちらがボタンを押すと閉まるトランクルームですね。あと広さ的にはこれぐらい、まずまずといった感じでしょうかね。そんなに広いわけではないんですけども、もちろん後ろの座席をですね倒せばもっと広くなる。あとここのバーをこう取り外せばですね、もうちょっと広くなるのかなというふうに思います。あとはこちらですね、これ車高を上げ下げできるボタンがあるので、荷物なんかを積むときに後ろを押すと少しこう下がったりとかですね。わかりますかね、今下がってるのがね。いわゆるエアサスによるものだと思いますけども、こんな感じで上がったり下がったりします。で後ろにはですねこういった、かなり立派なカバンがありまして、でこれを開けてみるとなんとプラグインのプラグが入っているということになります。であとスピーカーですね。こちらにもスピーカー、後ろにもスピーカーがしっかりと備えられ
ってて、でこちらのボタンを押すとこういうふうに閉まってきますですね。後ろのライトはこんな感じです。2020年モデルですので全体にやっぱり少しは洗練されてるのかなと。キーですけれどもこんな感じですね。レンジローバーの最近のキーという感じでしょうかね。ちょっと厚めなんですが、厚くて重いんですけども、こういう感じのキーになっています。でちょっと開けてみたいと思いますが、ここを押すと閉まるんですね。で手をこうすると開きます。で開けてみますけども、見た通りやっぱ分厚いドアですよね、非常にね。シートは本革ですね。でこれは標準の本革シートで、軽いパケット調のシートで、ホールド性はなかなかいいかなというふうに思います。でこれ乗るとですね、椅子のメモリに合わせて椅子がこう前後して、このハンドルもですねグッと動いてくるというそういうシステムになっています。こちらがパワーシートですね。こんな感じでシートが前後、あと座面でしょうかね。座面と背中って感じでしょうか。あとは背もたれ、こんな感じで動いています。でこっちがアクセルとブレーキのペダルですね。これはハンドルのチルトですね。助手席側はこんな感じですね。それからこの車はパノラミックサンルーフって言われるような、こういう上がガラスになってるサンルーフがついています。後ろの席です。後ろももちろん本革で、こんな感じで、結構頭上高といいますか、頭の高さ十分ありそうな感じですよね。前後の幅は、それほどでもないかなという感じが、ちょっと狭い感じはしますけども、もともと大きさが 4m98 ありますので、それを考えるとちょっと狭い感じもします。でここにはエアコンの吹き出し口と、後ろもこういったデュアルのエアコンの調整が可能ということになってますね。でこちらはですね、USB が2つ、5V の USB 端子が2つついているということになります。それからよいしょ、これは、手を置くスペースといいますか、そうなってますね。であとドリンクホルダーがあって、でこちらで小物入れがついているということになりますね。なかなか高級感のある後ろ座席ということになります。後ろの席はこれで、こんな感じでシートを倒すことができるということですね。後ろ側にはちょっとリクライニングはできないようですけども、あとは後ろの座席のパワーウィンドウのボタンとスピーカーですね。スピーカー下の方にもついてるみたいです。全部で13個スピーカーがついてるメリディアンサウンドシステムというシステムらしいので、かなりスピーカーの数、前も後ろも多いですね。それからここは、後ろの席で鍵をこう開け閉めできるというボタンになっています。この辺小物入れも少しありますね。後ろのドアもかなり分厚いドアになってます。ガソリンの給油口はここのボタンを押して、でこういうふうに開くというふうになってます。無塩プレミアムですからハイオクのガソリンを入れるということになってますね。ボンネットを開けてみたいと思いますが、このレンジローバースポーツボンネットの開け方がちょっと変わっていて、こちらの助手席側の下の方のレバーをですね、こういうふうに引くんですね。持ち上がってますんで、レバーを引くとこういうふうに開きます。
上に、大きなカバーがしてありますので、中に、エンジンの、どうなってるかとかそういうのはちょっと今の段階ではちょっと見えませんけども、真ん中にこうエンジンが回ってるのが分かりますね。さて、じゃあちょっと中で、内装を説明していきたいと思います。シートのメモリーがついてて、パワーウィンドウがついてると。でここにこう、2つ3つですかね、ここと合わせて3つスピーカーがついています。小物入れとしてはこんな感じの小物入れです。じゃあちょっとエンジンをかけてみたいと思います。踏んでみてもこんな感じ、非常に静かな感じですよね。やっぱり排気量が大きくて、もともと静粛性の高いエンジンなので、やっぱこんな感じなんでしょうかね。今ハイブリッドなので、今はエンジンが止まってる状態ですね。ですので、ほぼというか、ほぼ無音ですよね。でドアを閉めると、今ちょっとハンドルが動きましたけれども、ドアを閉めるとハンドルとシートが、位置が変わるというような感じになっています。で、こちらですね、これはメニューボタンですね。このメニューボタンちょっと押してみましょうか。これを押すとですね、ここにこう表示が変わります。それで真ん中のメニューのところが変わってくるわけですね。で、こんな感じでいろいろ表示がされていきます。これはメディアの切り替えですよね。テレビだったりとか、その他 FM ラジオとかそういったものに切り替えることができると。それからドライバーアシスタンス、この車は今時の車で当然といいますかですね、衝突回避システム、いわゆる自動ブレーキですよね。それは当然のようについてるということになります。あとはステアリングアシスタンス、これはレーンキープアシストになってますけども、後でちょっと高速道路で試してみたいと思いますけども、レーンをキープするための、警告といいますか、そういうものが、軽くハンドルもこう動かしますけども、そういうものが備わっているということですね。こちらの右側の表示、これはいわゆるEV モードといいますか、ハイブリッドのメーターになってますね。で下の方に来るとチャージ、これブレーキを踏むとこっちのチャージの方にこうメーターが映ります。でこちらにバッテリーが表示されてまして、一応これがあるうちは EV モードで走ることができますよということですね。EV モードで48キロ、結構な距離走れますので、相当なバッテリーの量かなというふうに思います。でこちらはスピードメーターですね。でこの下がガソリンメーターになってます。で、スピードメーター240キロまでついてて、真ん中にデジタル表示がされているということになります。これは後で高速道路入ったらちょっと説明していきますけども、レーダークルーズコントロールの、ボタンになってますね。で輸入車ですので、右側のレバーは基本はワイパー関係で、左側のレバーは基本はウィンカーというか左右の表示、それからここにこのパドルシフトが標準でついているということになります。センターコンソールですけども、このドリンクホルダーのところ、実はこれこうずらすとですね、下の方にこう結構深い小物入れと、あと USB ポートもう一つついてますね。それからこちらの小物入れですけど、ここは何ですかね、カードでも置く場所でしょうかね。あとは、SIM カードを入れるところと USB を入れるところがあって、シガーソケットですね。これ火はつかないタイプですけども、シガーソケットがあります。であと、コンソールですね。こちらも、ボタンが上と下があってですね、上をこう開けると、こんな感じでディスクが入るところがありますね。あとここにさらにまたシガーソケットがあると。
下のボタンを開けると、こんな感じで、物入れですね。あとここにこう ETC カード入れるものがあります。でこんな感じになっています。あとナビの画面ですね。上がナビの画面で、下は、コントロールパネルといいますか、インストゥルメンタルパネルになりますね。で今エアコンのモードなのでエアコンの調整ができると。で当然のようにこうデュアルエアコンになってますよね。ここ真ん中にあるのはですね、これはメディアのコントロールボタンなので、これは押すと、メディアがこんな感じでついてきます。でボリュームの調整とかこの真ん中でできるということになります。それからですね、こっちシートっていうボタンを押すとシートヒーターとシートクーラーのコントロールが可能になります。でこれ車両というところを押すとですね、このオートテレインレスポンス、これ基本自動で外の状況に合わせて走行モードを変えてくれるものなんですけども、こちらにあるこのボタンをこう押すとですね、こちらがマニュアル表示になって、例えばスノーモードとかその他こういったエコモードとかですね、そういうのを切り替えることが可能ということになります。これはですね、車高ですね。例えばちょっとこっちを押してみます。こうすると微妙に上がってるんですけど、分かりますかね。ちょっと難しいですかね。ちょっと今度こっちの下げる方を押してみますね。ちょっと見ててください。前後っていう順番で微妙に下がるんですね。ちょっとこれ分かりにくいんですけども、実際乗ってやってみると分かるのかなというところですね。あとここに EV ボタンがありますので、EV 走行をしたい時にはこちらのボタンを押すと、ここのボタンを押して R に入れるとこういうふうに、後ろのバックモニターですね、これがこっち側がこれが全体を映すバックモニター、周り全体の360度ビューですよね。でこれが通常のよくあるバックモニターの画面になっています。で他にモード変えると、こういうふうに、これはですね、これも後ろですね。後ろだったりとか、あるいはこっちの360度っていうボタンを押すと周り全体が見えるモードになったり、あとこのカメラボタンを押すとですね、いろんな場所をこう撮ることができるわけですね。見ることができると。例えば前の下側をちょっと見たいなっていう時にはこの前側のボタンを押すとこういうふうに下側見えますし、後ろ側あるいはあと横側ですね、横を見たい時にはこういうボタンを押せば見えると。で後ろの下を見たい時にはこの後ろのボタンを押したりとか、いろんな見え方ができるということになります。ではこれからちょっと走行してみたいと思います。ここを押しながら D ボタンを入れるということになりますね。ちなみにあと、こちらのミラーですけども、バックギアに入れるとちょっとミラーの動きが変わるの分かりますかね。おそらくよりバックするときに使いやすいように、今度 D に入れましたけども、 D に入れるとまたちょっと動きが変わるということになっています。はい、現在一般道に入ってきましたけども、今はこう平坦な道ですので、アクセルの踏み加減によってこんな感じでエコモードになったりチャージになったりで、今ブレーキを踏んでますので、ブレーキを踏むとこんな感じで、完全に緑色のチャージの方に傾くという感じの、メーターですね。で今また踏んだらこういった青色のですね、エコというところですね。軽く踏んでる間はおそらくこのエコの表示の範囲内に、収まるのかなという感じがします。でちょっとレーダークルーズコントロール、一般道ですけども、ちょっと止まるかどうか使ってみたいと思います。でこれを押すとですね、こっちのスピードメーターの方に緑色で50と今出たの分かるかと思いますけども、今アクセルも何も踏んではいないんですね。でその状態で、前の車にこうついていく、距離を保ちながらですね、前の車についていってるような状態になっています。でおそらくというか、今設定50キロですけども、ちょっとこれをもうちょっと前の車早めになってきたので、60キロまでちょっと上げてみました。今、レーダークルーズコントロールの設定が60キロで、前に、車が
いますけども、その車よりも、後ろに距離を保って走行しているという状態なんですけども、で今前赤信号になってるので、だんだんと止まってきて、今ブレーキ踏んでないんですけども、こんな感じでゆっくりゆっくり止まってきて、今スピード30キロ台に落ちてます。でどんどん止まってきて、こんな感じで止まると。今ブレーキは踏んでないんですけどね、これがレーダークルーズコントロールですよね。で今、止まりました。ゼロになりました。で前の車が発進した時、車両を復帰するにはアクセルを踏むとなってますので、ちょっとアクセルを踏んでやると、前の車についていくような感じでスピードがどんどん上がっていくということになります。今ですね止まってるんですけども、これで、このシフトをですね S のモードに入れます。で今 D から S に入れると、このような形でタコメーターに表示が変化するんですね。おそらくですのでこっちの S のモードにすると、このパドルシフトに合わせてですね、こういった形で変速にはなるんですけども、おそらくこっちの S のモードはよりこの回転数とかですね、そういったものを意識しながらやっていけるモードになってるんだと思います。で一方でですね、ここを、今これ D にちょっと D に切り替えます。でこの D に切り替えると、今度はこちらは普通の、ハイブリッドの、メーター、右側のメーターはハイブリッドのメーターになるんですけれども、実はですねこのモードでも、パドルシフトを上げるとですね、今 D のようになりましたけども、このモードでも普通にパドルシフトで、マニュアルといいますか、シフト操作ができるんですね。この S のモード、S のシフトのモードと違って、基本的にはこのハイブリッドのモードのままですね、シフト操作ができるような、そういうモードになっているのかなというふうに思います。乗り心地ですけども、レンジローバーのエボークに比べてタイヤの音は若干少ない感じはしますね。やはり乗り心地がいい感じ、高級感が増していてですね、このやっぱりハンドルのこの革の感じとかですね、とこの周り、これ革なのかどうかちょっと分かんないんですけども、革調のになってますので、非常に高級感があって、すごく、乗ってて満足感があるというか、そういう感じにはなっていますね。これからちょっと高速道路入ってみたいと思います。高速に入るところは少し踏んでみたいと思いますので、音が聞こえたらいいかなとも思いますけども、まだ今50キロぐらいですけども、120キロぐらいまでここからちょっと踏んでみたいと思います。では行きます。やっぱり400馬力ありますんで、加速は素晴らしいですね。もうなんというか、この重さをあまり感じないというかですね、重いことは重いような感じはするんですけども、やっぱそれでも400馬力あればその加速っていうのは素晴らしいですよね。で高速道路乗った感じですけれども、やっぱタイヤノイズはイボークに比べるとちょっと少ないかなという感じはしますね。ただそれなりに入ってくる感じはしますね。でエンジンの音はほとんど分かりませんね。エンジンとこの、一般道走ってる時もそうなんですけども、エンジンの音とモーターに切り替わる時っていうのは非常にスムーズでですね、もうほとんど分からないような感じですね。今もちょっと坂を下ってるのでEV モードといいますか、エンジンかかってないようなんですけども、そこの切り替えっていうのは本当に全く分かんないような感じで、素晴らしいですよね。高速道路でレーダークルーズコントロール使ってみたいと思いますけども、今ここセットをして、セットを押すと、スピードメーターのところに緑色でですね、今90というふうに出てますけども、これをちょっと上げていきますと100キロですね。ちょっと前に車がいないので、感覚がちょっと分かりにくいんですけども、100キロ走行にキープされています。レーンデパーチャーアラートですね、これをやると、ちょっと今
軽く曲がってるんですけども、手を少し離しててもですね少し曲がっていくような、それがレーンデパーチャーアラートですけども、レーンデパーチャーアラートと、自動的にこうちょっと変えてくれるようなところですけども、こういうふうにですね、今触ってハンドル触ってないんですけども変わっていくというふうなところがついています。今助手席に乗ってますけども、助手席ももちろん快適ですね。で助手席もパワーシートになってますので、自分の好きなようなリクライニングの角度に変えることができるという、2.6 トンという重い車ですけども、エンジンのパワー不足っていうのは全く感じないですね。非常にパワフルで、高速道路も一般道も全くストレスなしに走ることができます。はい、それではレンジローバーのアプリをご紹介します。こちらのアプリですね。すごくいいアプリで、タップするとまず自社の現在地が分かります。これもう盗難された時なんかにはすぐ分かってすごくいいですよね。あとは燃料レベルとか走行距離なんかも、記録されています。それからロックの解除なんかもこのアプリから可能で、トランクとかそういったところのオープンとかクローズとかそういった設定もできるというふうになっています。他にはエンジンの暖気運転ですね。エンジンスタートをリモートですることができます。あとは走行履歴ですね。今日とか今月どれぐらい走ったとか、そういうのも記録されています。で履歴を押すと走行ルートなんかもこういうふうに出てくると、こういった形でですね、なかなかこの辺も面白いですよね。このように非常に使えるアプリ、実際にどれぐらい使うかはちょっと分かんないんですけども、いざという時とか、何か旅行に行った時とか、そういった時に記録をするのにはとても便利なアプリじゃないかなというふうに思います。最後までご覧いただきありがとうございました。これからも時々車の実走行レビューをしていきたいと思っています。ためになった、面白かったという方はぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。